皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast から設定で出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。はい、皆さんお元気でしたか？今日このポッドキャストを撮っているのは4月7日月曜日です。私はいつもこのポッドキャストをだいたい月曜日か火曜日に録音しています。なのでスクリプトはその前に書いておくんですね。でも今日は月曜日なのに朝まだ書けていませんでした。で、テーマはもう頭の中にあって、土曜日も日曜日も2回ぐらいパソコンの前に座ったんですけど、どうもね、書けなかったんです。それで今朝は、散歩に行こうと思って、散歩に行ってきました。考え事をするときに散歩って最高じゃないですか？皆さんもそうしている人も多いとは思うんですけど、足を動かしていると脳も動くんですかね。悩んでいたことに答えが見つかったりもします。京都に、哲学の道っていう散歩ができる道があります。哲学は世界とか人生とかについて深く考えて追求していく学問です。アリストテレスとかニーチェとかカントとかそういう名前が出てくる学問です。で、京都大学に西田幾多郎っていう哲学者がいました。その人が毎朝その道を通って考え事をしていたらしいです。なのでその道は、哲学の道って名付けられたそうです。桜も綺麗な場所なんですよ。で、今調べたらニーチェの道っていうのもあるんですね。で、カントも毎日規則的に散歩したそうですし、散歩している時ってきっと多分脳がよく動くんでしょうね。私はね、そんなに哲学とか難しいことは本当に考えてないんですけど、それでも考えたいことがある時によく散歩に行きます。このポッドキャストのネタとか、あと私のサブスクコースで毎月やってる発音チャレンジで言ってもらう文章を何にしようかなって考えてもなかなか出てこない時に散歩に行きます。で、散歩に行く前にね、これについて考えようって思うんです。で、そう思いながら歩いていると不思議なことにだんだん考えがまとまってくるんです。本当にね、不思議だなって思います。まあでも、45分から1時間とか、それぐらいはかかりますけどね。あともちろん、何の答えも浮かばない時もあります。でも、散歩は健康にもいいし、ぐちゃぐちゃになった頭を整理するのにいいので好きなんですけど、3月はもう花粉症がひどくて、もう目が痒くなっちゃうので、できるだけ外に出ないようにしていました。それで散歩に行く習慣がなくなっちゃってたんです。でも4月になって最近花粉症が収まってきた感じがしています。薬は飲んでるんですけど目が痒くないんです。多分
私の花粉症はきっと3月が一番ひどいんですね。ちょうどこのポッドキャストで花粉症のエピソードを出した頃ですね。で、もう今はね、だいぶいいので、散歩に行ってきました。今日のこのポッドキャストのテーマは決まってるから、それを何を話すか、それを頭の中で整理しようと思って行ってきました。そしたらですね、桜がね、綺麗すぎました。それから入学式だったんです。だいたいこの時期に入学式があります。入学式っていうのは、新しく1年生になる子と親のための式です。小学校1年生とか、中学校1年生とか、高校1年生ですね。あと大学も入学式がありますね。それを学校の体育館とかに集まってやります。で、今日、その散歩コースの小学校の横を散歩していたら、入学式に行く格好をした、つまり綺麗な服を着たですね、小学校1年生とその親が歩いているのを2組見ました。入学式なんて年に1回しかないじゃないですか。だからめったにないチャンス。これは動画を撮らなきゃいけないと思って、撮りました。私はいつも動画を撮れるカメラを持ち歩いてるんです。で、あと小学校の桜が満開でとっても綺麗でした。学校にはね、絶対桜が植えてあるんです。で、それがね、満開だったんですよ。だからもちろん動画を撮りました。で、その小学校の横には保育園があるんです。保育園っていうのは働いている親の子供が行くところですね。小学校に行く前の小さい子たちです。で、保育園に行く親子っていうのも、これ面白いなと思って、それも動画になるなと思って動画を撮り続けました。もちろんね、顔とかそういうのは見えないようにして動画にする予定なんですけど、なんていうか、桜が綺麗で、撮るものがたくさんあったんです。散歩の道に。で、結局1時間以上動画を撮り続け、で、その間は、その風景に載せるナレーションをもう頭の中で言ってるんですよね。だから考え事ができませんでした。で、いい動画がたくさん撮れたからいいんですけど、結局今日のテーマのことは考えられなかったっていう、その話をしようっていうことは考えました。はい、じゃあ今日のテーマに入りましょう。今日のテーマは間です。今ちょっと私が黙っている時間が長かったですよね。今、間が空きすぎました。つまり、間っていうのは話している間の無言の部分です。無言っていうのは、ないに言語の言と書きます。何も声に出していない部分です。で、この間っていうのは漢字で間と書きます。つまり、会話の間とか話の間といった時には、実際には声を出していない間の時間ということになります。なんでそんな話をしようって思ったかっていうと、ホットスポットっていうドラマの会話の間がすごく良かったからなんです。皆さんの中でドラマのホットスポットを見た人とか見ている人はいますか？私は最初このドラマのことをレッスン中に生徒さんから聞きました。その方が、レッスンの時にその時見ていたドラマの話をしてくれました。で、その一つがホットスポットでした。で、私はレッスン中にその生徒さんが今こういうのを見てますとか言った時には、どんな話ですかって聞
聞くようにしています。私がその話を知っている時でもどんな話ですかって聞きます。それはですね、ストーリーを説明するっていうことはすごく日本語の勉強になるからです。皆さんも今見ているドラマとか映画とかアニメとか読んでいる本とかあったら、ぜひその内容を説明できるかなって試してみてください。日本語で説明を書いてみてください。で、もし先生がいない場合は、チャット GPT に間違いを直してくださいってお願いすれば直してくれるので、やってみてください。すごくいい勉強になると思います。で、話を戻しますね。そのレッスン中にホットスポットの話を聞いて、どうやら主人公はシングルマザー、ホテルで働いている、そして宇宙人が出てくるということが分かりました。宇宙人っていうのは、地球人に対する宇宙人は、地球以外で生まれた、人みたいなものですかね。私たちは地球で生まれているので地球人です。地球以外で生まれていた人は、宇宙人ですね。で、ネットフリックスでそういうあらすじは見たことがあったんです。でもその時には何これって思って、そんなに興味を持ってなかったんです。で、ただ生徒さんが見てるっていうからちょっと見てみようかなと思って最初の方を見たら、もうすぐハマってしまいました。というのも、一番最初の風景が富士山なんです。で、始まって1分45秒ぐらいのところで、富士山をバックにした商店街の有名な風景が出てきました。商店街っていうのは道の両側にお店が続いているような場所なんですけど、フォトジェニックで、すごく絵になるって有名な風景があるんです。そこだったんですね。で、主人公がそこを自転車で通り過ぎたんです。で、その後すぐ主人公は今度は自転車で河口湖大橋を渡ったんです。河口湖大橋っていうのは河口湖にかかっている大きな橋です。河口湖は富士山のそばの大きな湖で、日本に観光に来ようって思った人はよく聞く名前かなって思います。で、その河口湖大橋って天気が良ければそこから大きい富士山が見えます。で、つまりですね、山梨の風景だったんです。山梨っていうのは私が住んでいる、山梨県という場所があります。そこです。河口湖の辺は私が住んでいるところからは車で1時間ちょっとかかるんで、私の住んでいる場所ではないんですけど、よく息子のサッカーとかで行く場所でもあるんですね。で、それに、山梨だって思ったわけです。で、それですごい興味が湧きました。東京に住んでいる人とかは、東京が舞台でも何とも思わないと思うんですね。東京が舞台になっているものってたくさんあるじゃないですか。でも、山梨が舞台になっているドラマってあんまりないんですよ。それもあって、ついつい見ていたら、話が面白くて、というか、どうでもいい話なんですけどね。でもそのどうでもよさが面白くって、ついつい、一気見に近い感じで、夕飯の後、1日2話ずつぐらい夫と見て、すぐ放送に追いついちゃいました。一気見っていうのは、休みなく、わーって見ることですね。一気飲みっていうと、お酒をコップに入っているとか、ジョッキに入っているあの量を休まずに、ぐわーって一気に飲むことです。それが一気飲み。で、ドラマの一気見っていうのは、その休まずにドラマをぐわーって見ることですね。だから、
私たちは2話ずつ見たので、ちょっと一気見じゃなかったんですけど、毎日見たんで、ちょっと一気見に近かったわけです。で、その時テレビでやってたんです。で、それで、テレビで放送した後にネットフリックスに来るっていう感じで、なんでテレビ放送に追いついちゃったんですね。で、その後は週に1回、見ました。今は完結してます。最後まで見られます。で、このホットスポット、何が面白いって、会話の間がいいんですよ。主人公はホテルで働いてるんですけど、その職場には一緒に働いている高橋さんっていうおじさんがいます。で、その人が自分は宇宙人だって言うんですね。で、主人公はそれをもちろん信じません。それはそうですよね。私も多分信じないっていうか、自分のことを宇宙人だっていう人がいたら、ちょっとおかしい人なのかなとか、なんか悩んでてね、この世界に馴染めなくて自分を宇宙人って思ってるのかなとかね、なんかそういうふうにちょっと考えちゃいますよね。で、その信じてもらえなかった高橋さんは、俺のことやばいやつだと思ってるよねって主人公に聞きます。で、主人公はちょっと微妙に返事が遅れるんですね。で、それから、思ってないですよって言うんです。でも、そこの間がね、空いたんですよ。だから高橋さんは、完全に思ってる間だったじゃないって言います。つまり、完全にやばい人間だって思っているからそこで間ができたっていうことですね。で、この後もう一回ぐらい間っていう言葉が高橋さんの口から出てくるので、見れる方はぜひね、探してみてください。やっぱり主人公が高橋さんに何か聞かれて、多分ね、嘘を答えるんですよね。自分の思ってないことを言うんですよね。で、その返事がちょっと遅れるんですよ。つまり間があるんですよ。なんでね、このドラマ、そういう会話の間がすごくいいなって思います。無言の部分の使い方がうまいなっていうふうに思いました。えーテンポがいいっていうのと違う良さなんです。テンポがいいっていうのはこう会話がポンポンリズムよく進む感じ。誰かが何か言ったらすぐ相手が何か言うみたいな。で、どんどん進んでいく感じですね。でも、このホットスポットはなんかそうじゃない感じがちょっとあるんです。そういう間の取り方とかで。なので、ネットフリックスが見れる人はぜひこの間を味わってもらいたいです。特に1話目で宇宙人だという高橋さんが何か言った後のその主人公とかその幼馴染の人たちが何か言うまでの間がすごくいいです。わかる、そうなるよねって見てる人がわかるようなその彼らの気持ちがね、よく現れてます。で、幼馴染というのは小さい時の友達のことです。小学校とか中学校とかの時仲良くしていた子たちが幼馴染です。幼いっていう言葉にはこう子供の頃のそういう小ささ、小さいっていう意味があります。で、じゃあ今間についてお話ししたんですけど、あといくつかこのドラマの面白いところをお伝えします。これはいろんなドラマを説明するのにも使えるかもしれないので、ちょっと聞いてみてください。まず、面白いところ一つ目。伏線がすべて回収される。です。伏線っていうのは、後で起こる何かのために出しておく情報のことです。小説やドラマとか映画で使う言葉です。で、前に出されていた情報が、あれだったんだって後でつながるわけですが、そのつながることは、伏線を回収する、または伏線が回収される
と言います。で、ホットスポットではいろいろな伏線がもうちょこちょこ出てきます。わかりやすいものからわかりにくいものまで出てきます。例えば、ドラマの1話目の最初のシーン、男の子がお父さんらしき人と温泉に入っています。これは伏線で、後で回収されます。つまり、それがどういうシーンだったのか、後でわかります。1話目の間にはわからないです。もっと結構ね、後でしたね。で、そういう伏線がたくさんあって、あれって、あれだったんだって回収されるんですけど、それに気づくのがとっても楽しいです。多分、わざと気づかせようとしてると思います。で、気づくと、わかった、私すごいみたいな、ちょっと得意な気持ちになるじゃないですか。それをわざと味わわせてくれている気もします。では、このドラマの面白いところ、2つ目。それは、どうでもいい会話があるあるで面白いです。主人公と職場の周りの人とか、主人公とその幼馴染の2人とか、その後幼馴染ももっと増えるんですけど、いつも割とどうでもいい話をしています。どうでもいいってさっきも言いましたけど、重要ではないっていうことですね。重要ではない話をしているんです。で、あるあるっていうのはよくあることです。それ、あるある、あるよねって反応になることがあるあるです。例えば、第2話で学校の体育館の天井にバレーボールが挟まるシーンがあります。これはあるあるです。体育館の天井ってバレーボールが挟まってるイメージがあるんですよ、本当に。実際ね、挟まってたと思う、私が中学生の時とかも。で、それからね、そういう挟まっているボールに別のボールをこう当てて取ろうとする、そういうシーンがあるんですけど、それもあるあるです。で、昔ね、小さい頃そうやってボールを当てて別のボールを取るってことに成功していたら、年を取って40近くなってもまたできる気がして、ついやってしまう。それもあるある。もうね、そういうあるあるに溢れてるんですよ。だからすごく共感できるんです。で、特に私はこのどうでもいいあるあるに溢れたこの日常の様子にね、笑って癒されました。私最近ドラマとかで心を揺さぶられたくないんですよね。号泣ものとか、号泣ってもううわーって泣くことですけど、あと感動ものとか言われたら、もうね、ちょっと見たくないなって思っちゃうんですよ。多分感情を揺さぶられると疲れるんですよね。でね、それがね、嫌なのかなっていう気がするんです。でも、ホットスポットにはそういうのはないんですよ。本当に大変なことはね、起こらないです。登場人物たちがあまりに辛くて泣くみたいなね、そういうのはないんですよ。実際はね、本当に真面目に考えたら、やっぱ生きるって大変じゃないですか。お金を稼ぐのもね、大変じゃないですか。でもなんかそういうのがね、あんまり感じないです。そういうことを考えないで見ていられるっていう感じでしょうかね。で、そういうのよりなんか仲間がだんだん増えていく楽しさがありました。仲間っていうのは一緒に頑張る人たちなんですけどね。例えばね、その高橋さんが宇宙人って知っている人がだんだん増えていくんです。高橋さんは最初宇宙人だってことを内緒にしてるんですね。だからあんまり誰にも言わないでよっていつも言ってるんですけど、だんだん仲間がね増えていくんですよ。で、最後はみんなで一つの目標に向かって頑張るみたいな、解決するんですよね、いろんな事件をね。そういうのが
なんかね、ワクワクする感じがありました。ドキドキっていうよりワクワクする感じのドラマですね。はい。で、じゃあこのドラマのいいところ3つ目。山梨の風景がたくさん見られるところです。これはまあ私の中でのいいところかもしれないですね。で、ドラマの中で出てくる町というか市は富士浅田市っていう名前になっています。でも実際は富士吉田市で撮ってます。で、最初も言った通り、こう富士山もね、バーンっていつも出てくるんですけど、それよりも私、その一山っていうスーパーが出てきて、それにすごく、地元っていう感じがしました。地元っていうのはこう私が住んでいるところみたいな感じですね。一山っていうのがね、山梨のスーパーなんです。で、チェーン店で山梨に13軒。で、長野っていうのは山梨のお隣の県ですね。にも2軒あるんですけど、基本的には山梨のスーパーです。で、私が一番よく行くスーパーも一山なんですね。もちろん私が行く一山はうちのそばの一山なので、ドラマに出てくる一山とは別なんですけど、でもよく行く一山が出てきてとっても嬉しかったです。で、そんなわけでね、多分近いんですよね。ロケしてたところが。だからそのうちロケ地巡りをしてこようと思います。ロケ地巡りっていうのはドラマや映画を撮影した場所を見に行くことですね。聖地巡りとも言います。聖地巡りは宗教的に重要な場所に行くことなんですけど、最近ではドラマとかアニメとかに出てきた土地に行くことを言います。土地っていうか場所に行くことを言います。聖地巡礼とか単に巡礼ということもあります。私が今一番行きたいと思っているのは、ドラマの中で主人公たちがいつも行っている喫茶店のモンブランです。喫茶店っていうのはカフェのことなんですけど、ちょっと古い雰囲気のカフェのことです。ちょっと昭和っぽいと言ってもいいかもしれません。昭和というのは1926年から1989年までです。日本には年の数え方が2種類あります。一つは2025年とかの西暦で、もう一つは今年は令和7年ですけど、令和とか平成とかの元号です。元号は今は天皇が変わった時に変わります。昔は良くないこととか、逆にいいことが起こった時にも元号を変えたりしたらしいです。でも今は、天皇が変わると変わるものです。で、昭和も元号で、さっきも言いましたけど、1926年から1989年、つまり結構昔で、しかも長いんですよね。とにかく、古いですよね。で、ちょうど日本が経済的に発展してきた時とかに当たる。その辺が特に昭和っぽい感じがしますね。で、このドラマ、全体的にちょっと昭和っぽいんですよね。主人公たちも昭和生まれですね。昭和の頃に小さかった人たちですね。ホテルの中とかもね、ちょっと昭和っぽい感じがあるなって思います。あと、そこで働いている人たちが着ている赤い上着とかもね、なんか少しこうデザインが、昭和っぽい感じがね、ちょっとしますね。で、そのドラマに出てきた喫茶店、そこはですね、今、平日でも2、3時間待ちだそうです。2、3時間ぐらい待たないと入れないっていうことです。
ホットスポットの人気のためですね。そんなに待てないので、もう少し落ち着いたら行ってみたいなって思います。あと、最後にいくつかドラマに出てきたエピソードじゃないんですけど、名前からわかることをお伝えしますね。言われないとやっぱり気づかないかもしれないことかなと思って、お伝えします。まず、ホットスポットの第1話目のタイトルは、未知との日常です。これは映画の未知との遭遇の文字りだと思います。文字りというのは、もともとあった表現とかタイトルの一部を変えることです。で、未知との遭遇っていうのは1977年のアメリカの映画でエイリアンが出てくる映画です。カタカナでエイリアンっていうと宇宙人っていうよりなんか人間に見えないものっていうイメージがね、なんか出てくるんですけど、そう、1977年の映画はそういうエイリアンのお話だったのかな。私ね、ちょっと見たことないんですけど。で、その未知との遭遇をもじって、未知との日常というタイトルにしています。なぜならば、日常の仕事場に宇宙人がいたからってことですね。で、あと、主人公の幼馴染に、ハッチというあだ名の学校の先生が出てきます。第2話でバレーボールを体育館の天井に挟んじゃった先生です。ハッチっていうのはあだ名で、本当の名前は違います。あだ名は友達同士で使う、呼びやすい名前です。で、大体はその元の名前から作ります。ハッチの名前は葉月です。これは昔の日本の8月の呼び方と一緒です。昔はその1月2月3月じゃなくて、むつき、きさらぎ、やよいっていうような名前でした。ちょっと綺麗ですよね。で、8月は葉月でした。だからこそ、あだ名が8みたいなハッチ。で、もちろん8月に生まれたんだと思います。誕生日は8月だと思います。もしね、はずきちゃんで8月生まれじゃない人がいたら、なんではずきってつけたんだろうってやっぱちょっと思っちゃいますね。もしこういう昔の名前の呼び方についてもう少し知りたい方は、このポッドキャストの最初のエピソード、師走というのを聞いてみてください。師走というのは12月の昔の呼び名なんですけど、そこに、1月から12月まで、全部そこで説明しています。はい。じゃあ今日言いたかったことはこんな感じかなと思います。できるだけネタバレをしないようにしてみました。ちょっとバレーボールの話とかしましたけど、多分あれは大した話じゃないと思うので、ネタバレじゃないと思います。ネタバレっていうのはお話の大事なところとか、最後どうなるかを言っちゃうことです。ネタバレをする人って最悪ですよね。私が今ネタバレをしてないといいんですけれども、多分大丈夫かなと思います。ネットフリックスが見れる人は、ぜひ1話目だけでも見てみてください。で、見たことがある人はぜひ感想を聞かせてください。では、終わる前にスーパーサンクスのお礼です。デルタさん、今回もまたありがとうございました。ぜひいつかモンブランで美味しいパフェを食べるのに使いたいです。それからエドモさん、ありがとうございました。感謝しております。また最後まで見てくださった皆さん、高評価をしたり、友達にシェアしてくださった皆さん、ありがとうございました。聞いてくださる方がいるので、私楽しく続けられています。最後に一つ宣伝をして終わりにします。皆さんは日本語を話すときに発音に自信を持ててますか？また、どういうふうに発音したりすればいいのか知りたいなって思ったりしていませんか？
私はサブスコースを作ってまして、日本語の発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションを教えています。で、英語で教えるコースなので、小さい「つ」の音や伸ばす音とかアクセントとか、特に英語母語話者、英語がネイティブの人の苦手とするものを多く、扱ってます。で、勉強になると思います。で、それだけじゃなくて、会員になってもらうと毎月発音チャレンジというものに参加できます。で、そこでは皆さんが文を読んで、それを私が聞いて、ここをこうするといいですよってアドバイスしています。動画でね、返信しますよ。これはね、なかなかない機会だと思うので、よかったらリンクを概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。はい、では今日もここまで聞いてくれてありがとうございました。またぜひ次のエピソードでお会いしましょう。皆さん、良い一日をお過ごしください。